しばらく列車に揺られ、終着駅で俺は下車した。夜になると廃線状態であるはずの市電が動き出す。代わりにバスの姿はほとんど見ない。街中に張り巡らされた線路には市電だけではなく小型の SL なども走っている。その一つに切符代わりのあの鍵で乗車し、ここまで運んでもらった。見上げればいくつもの石段。そのてっぺんにはほんわりと夜を照らす光が見える。なんか夜月神社。日和の家だ。へえ。しかし用があるのは日和にではない。俺は一段一段石造りの階段を上がっていく。そして不思議なほどに静か。虫の声さえどこか遠い。今宵の夜は終わりが近い。太陽の気配が街をにじませていた。しかし周りはとても暗かった。夜明け前が最も夜は暗くなる。カバンから懐中電灯を取り出し、スイッチを入れた。ついと何かが横を通り過ぎた。なんだ？懐中電灯の光をそちらに向ける。と、驚いた。黒かな？違った。魚が泳いでいた。宙を浮かぶように泳ぐ魚がぎょろりとした目でこちらを睨んだような気がした。真っ白な魚はこぽりと一つ気泡を吐き出し逃げていく。そしてまたぬらりと。まるで竜宮の使いのように大きく長い体をした魚が背後から現れ、俺のすぐ横を泳いでいき、真っ暗闇の中にその姿を消した。よく見れば、あちこちに魚がゆらりゆらりと泳いでいた。重く静かな夜の中。ここはまるで深く冷たい深海のようだった。ふと風が吹く。小さな魚の群れがザザザザザザザーと猛スピードで俺を包み、通り過ぎていった。どうやら大きな魚から逃げていく途中だったらしい。それらはかけらだ。夢のかけら。昨晩、俺とトウヤが夜の中を回収して歩いたのと同じもの。放置しておけば、いつしかそれは悪夢となって眠りについた誰かの心に滑り込む。定期的に掃除しなければ、こちらは再現などないかのようにどんどん増える。そうしていつか夜の世界はパンクする。すると人々は悪夢ばかり見るようになってしまう。ここもトウヤと一緒に掃除しに来なきゃいけないかな。また少し歩く。石段を登る。真ん中あたりまで登ったところで目の前に糸のようなものが垂れているのに気づいた。遥か上空からすらーっと長く。よく見てみると糸の先には釣り針が結ばれていた。その針につけられている餌は何だろう。小さな光だ。その光に吸い寄せられた魚が食らいつく。すると魚はそのまま空高く引き上げられていった。懐中電灯の光を見上げた夜空に向けてみた。光の柱が真夜中に吸い込まれていく。満天の星空がゆらゆらバシャバシャと揺れていた。まるで釣り上げた魚が暴れ、水面に波紋が広がるみたい。キラキラ光るあの空は、深い海の底から見上げる海面のようだった。また釣り糸がスルリと垂れてきた。その針先には、ほんわりと淡い光を放つ星がつけられていた。飴玉だ。甘い甘い味の飴玉を餌に、
悪夢の魚を釣り上げる。よく見るとそれは一つではない。周りにいくつも針が落とされていた。もしあの星に触れ、間違って釣り上げられたらどこへ行くのだろう。空の上には何がある？俺は東野みたいな悪夢の回収者が小さなボートに乗って月明かりに照らされながら釣りをしているのかもしれない。夜空から垂らされた糸を避けながらさらに石段を登っていく。階段を登り切った。すると広がる境内の光景。神社。そこもやはり夜の中、いつもの風景とは違ってしまっていた。ぼんぼりに灯された淡い光は夜の闇を照らし出し、SL だ。その先頭車両と客室車両が一つずつ連結されたものが境内には止められていた。いつもながら市電の客車部分を社務所に改装したものが置かれている場所にそれはある。操縦室を覗き込む。だが誰もいない。客室車両にも明かりはなく、人の気配はなかったが、車両の屋根の上、ぼんやりとした光が見えた。こんなところにいたんだ。おん？すんごい子だな。右よ。なんか、インターチェンジ、サービスエリアで、高速のサービスエリアでなんか右側のウサギみてえなやつ、よく見るな。見上げた屋根に女の子が一人。足をブラブラさせるような格好で座っていた。光はそんな女の子の隣に置かれたランタンだった。大きめの車掌服とその帽子。そして伸び放題の長い髪を三つ編みに結い、客車の屋根に腰を下ろし、空をじっと見上げていた。こんなところで何やってるのかな？また問いかける。そんなところにいたら風邪ひいちゃうかもしれないよ。でも、まあ君が風邪とかひくかどうかわからないけど。少女は何も答えず夜空を見ていた。俺もつられて空を見上げてみる。満天の星の空。大きな大きな満月が寂しく冷たい夜の時間をオレンジ色に照らし出す。流れ星。一つ二つ。三つ四つ。あの星座は何だったっけ？ぼんやりと見知らぬ夜空を見上げながらそう思っていた。星を見ていた。ぽつりと。少女のつぶやきが沈黙に小さな穴を開けたのだ。だから俺も夜空を見上げたままそっと返した。星？そう、星。少女は人差し指を星空に向けた。今度は誰を、どの星に連れて行かなきゃならないのか、想像してみてた。奏大河。あなたがわざわざここに来るってことは、そういうことでしょ？悪夢の例のテディベアの子を別の星へ持ってくってこと？俺はうなずき。やっぱり君は、ナナちゃんはすごいな。苦笑いを浮かべてみせた。さすがは夜の神様だ。何でも全部お見通しなんだね。隠し事なんて君にはできない。違う。神様なんかじゃない。と小さな女の子は言う。私は何者でもない。自分が何者なのか知りたいだけの。ただ、ここにいるだけの何かでしかない。だから、神様なんて呼ばないで。
嫌だやめてと言われると意地悪く続けるのもそれはもちろん本意ではないけど。どうしてもダメかな、ナナちゃん。君のこと神様って呼ぶとなんだか安心するっていうのかな。ダメ。女の子は目を細め屋根の上から俺を見下ろす。その、ナナちゃんというのもやめてほしい。神様と呼ばれるのと同じくらい。いや、そう？どうして？それは、嫌だから。いや、安直すぎるから。そうかな。可愛いって思うけどな、俺。かわいい。顔を伏せた。頬がほんのりと赤い。照れている。屈辱。のかと思えば、違った。それは、憤怒の表情だった。その言葉、嫌い。どうして？あなたの周りの女の子、みんな私を可愛いと言っておもちゃにする。もみくちゃにする。トラウマが。まだまだ俺たちが小さかった頃のこと。俺たちはよくここへ遊びに来ていた。あるいはナナちゃんの力を借りるためにたびたびここへ訪れた。夜の魔法使いの夢の寝床がもし俺たちの学校のようなものだとすれば、ここはまるで託児所のようだった。ナナちゃんは当時の俺たちよりもちっこくて、抱きしめられたり、頬ずりされたり、挙句の望まぬあだ名までつけられて、ちっこくて可愛いからとされたい放題されていた。それこそまるでぬいぐるみのような扱いだったのだ。それもこれも。みんな、あなたが、奏大河が、私をナナちゃんだとか呼ぶようになったから。ナナちゃんだなんて、何それ。名前なんていらないのに、屈辱だ。ナナちゃんはギリギリと歯ぎしりするようにしていた。その様子と可愛い顔がなんだかとても相反していて、むしろ楽しい。そんなナナちゃんは、辺りをキョロキョロ見回して、大河、今日はあなた以外には誰も来ていないよね。軽快に目を細めていた。来てないよ、俺だけだ。そう。まだ安心できないのか、キョロキョロとし続けていた。抱きしめられるのも、頬ずりされるのも、乱暴に振り回されて、もみくちゃにされるのも、もうたくさん、泣きたくなる。大丈夫だよ。みんな子供じゃないから。もうそんなことはないって思うけどな。ふん。ぷいっとそっぽを向いた。いいからさっさと用事を済ませてしまおう。私は眠いの。すごく眠い。そうして帽子を目深にかぶった女の子。俺たちは彼女のことを神様と呼んでいる。もしくはナナちゃんと。出会った当初、何者でもない私には名前がないと言ったそんな彼女に、確かに俺がそう名付けたのだ。彼女の住所で、彼女の住処であり相棒でもあるこの SL に振られた番号が7番だからだ。はい、そういうことね。確かにそうだ。ナナちゃんの言う通り、あまりに安直だけど。幼い頃からずっとそう呼び続けている。
故にもう彼女のことをナナちゃんか神様以外の名で呼ぶのももはや違和感しか残らない。そんな彼女は、ナナちゃん自身が言う通り何者でもないのだろう。人間ではない、動物ではない、植物ではない、もちろん鉱物はありえない。そんな彼女はいつ、どこで何のために生まれたのか。彼女自身でさえそれを知らない。それを知りたいといつも思っている。天使や精霊、それこそ神様としか呼びようのない何かであろうと俺は感じてしまうから。だから何の木をてらうこともなく彼女のことを神様とも呼んでいる。気づいたら、ここにいた。出会ったばかりのナナちゃんは俺にそう言ったのだ。気づいたら私は、この列車と一緒にここにいて、ここから、この列車の中から一歩も外へ出られない。そんな私は、夜の世界を生きるすべての人たちの心を渡り歩いて生きてきた。あの子と俺。ずっと昔、俺たちはこの蒸気機関車に乗ってたくさんの夜の世界を越えて、この桜の町へとやってきた。だから俺は、この夜の世界で彼女がどんな役割を担っているのか知っている。だからこそ俺は、このぬいぐるみを、悪夢とかした誰かの心を、ここに、ナナちゃんの元に連れてきたのだ。この子はとても優しい子。俺が手渡したぬいぐるみをそっとナナちゃんは抱き寄せた。ナナちゃんは語る。だけど少しばかり優しすぎたのだと。抱きしめた誰かの心にあった思いを、言葉に変えて語り始める。誰もが彼女に甘えた。学校の先生も、近所の人も、両親さえも。だけど何があっても女の子は笑っていた。だから、この子には何をしても許される。言葉はなくとも、どうしてだろう。自然とそういう役回りになってしまう子だった。ほう。何をしても何をしなくても笑顔で許してくれる彼女にいつしか誰もごめんなさいもありがとうも言わなくなった。そう感じることもなくなった。だから女の子は、お父さんに、お母さんに、大切だった二人に、何の説明もなく捨てられてしまっても、笑顔のままだった。まずお父さんが家に帰ってこなくなった。お父さんには私たち以外に別の家族があって、そちらの方が大切になってしまったの。あの子のお母さんはそう言って泣いていた。女の子もまるで自分のことのように涙を流して悲しんだ。これからは二人一緒に力を合わせて生きていこう。そう思っていたのに。お母さんも別の家族を見つけて、女の子の待つ家に帰ってこなくなってしまった。マジか、相当やな。真冬のことだ。電気も水も止められて、
女の子は肌を突き刺す空気の寒さと、心を突き刺す寂しさと、どうしようもない空腹で、今にも消えてなくなってしまいそう。だけど女の子は決して両親を責めるようなことはしなかった。むしろ自分が悪いのだと思っていた。お父さん、お母さん、二人が帰ってきてくれないのは、私が誕生日に買ってもらった熊のぬいぐるみをなくしてしまった悪い子だからだ。そんな風に思ってしまっていた。それは両親の教育の結果なのかもしれない。その痛みを自分の痛みのように思いなさい。あなたが辛いとき、周りの人はもっともっと、あなたよりももっと辛いのだから。だからいつでも笑顔でいなさい。どんなことをされたとしても、相手を笑顔で許してあげなさい。決して相手を恨んだり責めるようなことをしてはダメ。例えば、あなたを殴りつけた誰かは、もっともっと、心も体も、あなたよりもずっと痛い思いをしているのだから。それが両親から受けた教育だった。相手の痛みのわかる大人になりなさい。そうでなければ、みんなあなたを愛せない。バカみたいな教えだ。どうしてバカみたいと言えるのか。それを論じることさえもバカみたい。両親はナナちゃんというかその女の子の痛みを分かってないからな。女の子の心を都合よく操るための暴論でしかない。きっとそれを唱えた本人などもそのことに気づいてないくらいの暴論だ。女の子は、お母さんが新しい家族と暮らしている家を一度だけ見に行った。寒い寒い冬の中。ちらちらと雪が舞う。たくさんの笑顔が似合うクリスマス。暖かそうな明かりの漏れている窓を覗いた。お母さんは知らない女の子に優しく微笑みかけていた。女の子の大好きだったその手で、知らない女の子の頭を撫でていた。美味しそうな料理。暖かそうな部屋。お母さんが笑ってる。幸せそう。女の子は安心だった。よかったね、お母さん。本当に。この頃ずっとお母さん辛そうだったから。笑えているのならよかった。でも、どうしてかな、お母さん。心が痛いよ。とても、とても。早く行かなきゃ。もう行かなきゃ。でもずっとその場を離れられず立ち尽くしていた。窓が開いた。見つかった。お母さんの顔が凍りつく。お母さん、ダメだよ。そんな顔、見たくない。女の子は泣きたくなった。お母さんの隣には、この子、誰？と首をかしげる女の子。その手には、ぬいぐるみ。なくしてしまったと思っていたお誕生日のプレゼント。相手の痛みをわかる大人になりなさい。そうでなければみんなあなたを愛せない。どこからかそんな声が聞こえてきた。だから女の子は大丈夫だよと笑ってみせた。私も、お母さん。私も、新しい家族を見つけたの。笑顔で言った。だからお母
母さん。大丈夫だから。私、平気だから。だからお母さん、そんな悲しそうな顔しないで。駆け出した。転んでしまう。いざ小僧をすりむいた。痛い。振り返る。でも誰も追いかけてきてはくれなかった。本当に大丈夫だと思われた。本当に平気だと安心された。私には何をしても許される。不思議とみんなそう思ってしまう。どうしてか自分はそういう役回り。そんなことないのに。大丈夫なはずないのに。本当に捨てられてしまった。お母さん、お父さん、二人の幸せには私は邪魔だと女の子は気づいた。このまま小さくなって消えてしまえば、死んでしまえれば、私、ねえ、お母さん。私、少しはお母さんに心配してもらえるのかな。少しの間、笑顔を忘れて泣いてしまった。こんな自分が嫌だった。お父さんの方が、お母さんの方が、私なんかよりずっと悲しくて辛いはずなのに。こんなことでは愛されない。だけど、笑顔でなんかいられなくて。もう二度と誰もこの部屋には帰ってきてくれない。このままだと、私はずっと一人きり。私はこれからどうすればいいのだろう。不安だった。心配だった。辛い。悲しい。寂しい。痛い。そんな気持ちが女の子の心の中で大きくなって、あの子の心に悪夢が生まれた。